皆さんこんにちは、くまパンチです。今回は新作バトルは運命のトリガーの CBT に参加してきましたので、全キャラのスキル解説をしたいと思います。 CBT 時点でのキャラ数は10体となっております。今回は10体のパッシブ、スキル、ウルトを解説いたしました。最後までお付き合いいただけると幸いです。まずはアタッカーからになります。1人目はソルベイヤです。ソルベイヤのパッシブスキルはエアローディング。当初からの着地硬直をなくし、移動速度が上昇します。移動速度の上昇は数秒程度と短め、グライダー状態では発動しませんでした。スキルはスカイリープ。発動時にその場で垂直方向に高くジャンプができます。チャージ時間によって高度が変わってきます。最大だとグライダーと合わせてかなりの距離移動できました。かなり高くジャンプすることができるため、実戦では建物を見渡すと同時に高所が取れます。敵に注意。バトルはおなじみの高所からの攻撃はとても強いと感じました。建物が多い街中では屋根上の敵や地上の敵に奇襲できるため、とても使いやすかったです。しかし平地ではスキルの使いどころが難しい印象でした。アルティメットはウィンドセイル。指定した範囲内に上昇気流を発生させます。範囲内でジャンプボタンを押すことにより高高度の飛行が可能となっています。隣町ぐらいならこれで飛んでいけました。パーティーメンバー全員を囲うことも可能となっています。上昇気流の持続時間は28秒程度でした。他のキャラにも言えることですが、スキルの距離効果時間などは適宜調整が入ってきそうです。ソルベイヤはスキルがシンプルでとても使いやすかったです。2人目のキャラはナセとなります。近接戦闘が得意のアタッカーとなっています。パッシブは海からの贈り物。自分と味方がスキルウルトで生成した水面での移動速度がアップします。スキルはシャーキーボム。水面床を生成し、敵にヒット時にノックアップと減速効果。距離は投げたところから20メートル程度でした。スキルは最大2つまでストックできます。街中でのアサリや象がとても快適でした。ナセだけスケートのようなモーションとなっています。オブジェクトに当たると当たった角度に合わせて跳ね返って進みます。ウルトはサイドウィスパー。水面床を生成してナセがダウンした時に無敵状態に入ります。ナセが近距離ファイト強いゆえんとなっています。前に出ることで加速床を受けるのもとても良かったです。もう今リロード中だってば。やられても HP は残るのでトライアンドエラーができるのが強い点だと思いました。スキルウルトを戦闘前に使用して戦うだけでパーティーに貢献できるところが素晴らしいですね。海の祝福あれ。ウルトでは自由に水面床を生成することができます。ダイイングメッセージも残せます。3人目はイオス。光を利用するのが特徴のアタッカーとなっております。パッシブエナジーリバースは相手を撃破もしくはダウンした時にスキルがリセットするというものです。スキル高速スパートは移動方向に高速ダッシュ。空中で使用した場合は少し高度が落ちます。ウルトはスピリットレイ。光のレーザービームを放つことができます。直線で飛ぶため弾道が落ちません。偏差を気にする必要がないです。ナセのウルト同様、接敵前に使うのがいいです。ダウンした敵の撃破に便利です。距離を測ったところ80メートルでした。打ちながら前後左右に少し移動が可能となっております。最大距離での威力は287前後でした。一応ノックダウンも取れるかもしれません。DPS が高くないのでこの距離で使うことはあまりないかもしれません。しかし遠距離からのレーザーはとてもロマンがあります。
使っていてとても楽しいキャラでした。全て想定通りね。近距離ではなんと威力が700を超えました。4人目は両院。久しぶりだな。継続移動速度アップと高所を取れるアタッカーとなっております。パッシブスキルは補足。自分かチームがダメージを与えた敵を把握できます。スキルは疾走。体が赤くなり移動速度がアップします。ゲージがなくなると終了します。開幕のあさりや移動にとても使えます。敵に近づいたり逃げたりもとても快適でした。使用時の注意点は体が赤く光るため敵からはかなり視認しやすいです。ウルトはブラッドナイト。狼に変身して常に疾走状態に入ります。ウルト中はスキルが変化し指定した方向に大きくジャンプして移動が可能となっております。変身時間を消費します。スキルのジャンプでは高所を取れます。相手に奇襲をかけたり翻弄したりすることができます。5人目はシアとなります。炎を使った攻撃が得意なアタッカーとなっております。パッシブスキルは猛火のダウン。ファイアグレネードが青い炎に変化しダメージアップと減速効果を付与します。スキルはカラスバの火壁。炎の波を縦もしくは横方向に青い火の壁を生成します。敵が炎に触れると持続ダメージを与えます。スキルは最大2つまでストックが可能となっております。段差を貫通するわけではないので使用時には注意が必要となってきます。かなり短くなります。ジャンプをしながらも撃つことができます。炎が生成されるまで少し時間がかかるので注意が必要です。力はかなりのブラインド効果になるので移動時や蘇生などかなりの用途で使えそうでした。丘や岩などの小さな段差では途切れずに使用が可能でした。詰めてきた敵を仲間と分断することができます。炎には持続ダメージもあるため敵の場所を把握するのにも使えました。ウルトはシウの炎。指定エリアに炎の雨を召喚し一定時間爆撃を行います。炎の雨の降り方は少し独特でした。降った後少し間ができてその後また降るの繰り返しとなっております。街中では漁夫で使用したり相手の建物を壊すのに使えました。なかなかキルは取りづらかったです。効果時間は長めなので相手を屋根上から避難させたり強い場所を退かしたりするのに使えました。最終円以外では本体のダメージにはあまり期待できませんが相手の創造物を破壊するのに使えます。6人目はカミール。味方の蘇生と回復が得意なサポーターとなっております。パッシブスキルはリモート接続。倒れている味方を遠隔から蘇生することができます。蘇生をするときは遮蔽の裏であることを確認する必要があります。蘇生中は自身も動けなくなります。カミールの遠隔蘇生では蘇生相手が縦に行くため味方が撃破されないように注意をすることが必要です。スキルはソース伝送。チームメイト1人の体力とアーマーを回復します。壁越しでも回復が可能となっています。徐々に回復していきます。ウルトは転送装置。体力とアーマーを回復できるゾーンを生成します。ゾーンには遠隔から自身と仲間がテレポート可能。仲間のところに戻ることができます。建物の中や遮蔽の裏に置いておきたいですね。カミールが生きていることでパーティー全体の生存率が上がります。ウルトパッシブスキルがきれいに循環するパーティーに貢献できる素晴らしいキャラクターだと思いました。7人目は味方に物資を提供できるサポーターとなっております。パッシブはミンディセレクト。
青色以上の物資を投下して視認が可能となっています。ミンディが武器を持っていないときは武器も視認が可能です。任意の武器をパーティーに供給することができます。ピンを建物の外からでもさせるため、どんどんアーマーやアタッチメントを供給できます。スキルはシークレットパス。指定した場所にテレポートをすることができます。行くよ発動してから移動するまでは3秒ほどかかります。転送後の光は周囲から視認可能となっております。街中では攻守を取るのに使えます。他には遮蔽から遮蔽へ安全に移動ができます。ウルトはミンディの贈り物。任意の位置に補給物資エアドロップを転送できます。発動してから降ってくるまでが長いので注意が必要となっています。敵からも視認可能となっております。補給物資は現在のチームのものより高品質のバッグやアーマー、アタッチメントなどが出ます。私リロード中なの。部隊の物資が後半は強くなっているので、アンチが狭場に応じ見つかりやすいですけど、中身は強くなっていきます。なんと赤武器も確認できました。8人目はハクスリー。現時点で唯一の索敵特化のスカウタークラスとなっております。パッシブは処刑尋問。ダウン状態の敵を倒すことで仲間の位置を特定することができます。こちら確認したんですけど、フィニッシャーをする必要がありました。成功で検知人数が表記されます。スキルは魅惑のルージュ。口紅型のビーコンを投げ、範囲内の敵をスキャンします。遠隔に投げて敵がいないかを確認するほか、建物の中で地面に投げてもとても強かったです。私は欺かないでくださいね。捕らえましたね。ウルトはミストエリア。球状の霧のエリアを発生させ、敵の数を確認可能。スキルと合わせても強そうです。こちら側だけ一方的に位置を知れます。パッシブスキルウルトで敵を検知できてパーティーに貢献できる快適なキャラクターでした。9人目はキラとなっています。遮蔽などの創造物を作れるディフェンダーです。パッシブスキルは要塞の祝福。ウルトの要塞の中で HP とアーマーを回復できます。要塞の中では HP を優先的に回復。徐々に回復していきます。スキルはホロシールド。パーツごとに破壊できる遮蔽物を生成します。誰かを守るためにあるのです。スキルのストック数は2つ。最大4つまで置くことができます。シールドを貼りました。5つ目以降を置くと一番最初に置いたものから順番に壊れていきます。訓練場でシールド越しの威力を確認したところ、威力の増幅はありませんでした。弾道補正も特に感じませんでした。パーツは右左中央の3つで構成されています。真ん中上部のエナジーシールドも別途破壊が可能となっています。遮蔽物の生成可能距離は3メートルでした。手前の最短距離にも置くことができます。別のゲーム同様、室内に置いたりドアや窓に設置することもできました。籠城に最適です。味方の弾は表からも裏からもシールドを貫通して撃つことができました。少々お待ちください。敵の弾はシールドを通らないのですが、耐久力が低いため過信は禁物です。車には強く車を止めれます。街中の戦闘でも生成しながら戦えますが、生成途中の場合はすぐに壊れるようになっています。この要塞を破ってみます。続いてはウルトです。ウルトはデジタル要塞。2層構造の要塞を生成し、ジャンプパネルで登場が可能となっています。要塞にはスキルを設置可能です。4方向に置くことができます。ウルトも銃撃で破壊可能となっています。上部のパーツと2段の立方体のパーツになっています。立方体の城壁は上からも下からも破壊が可能となっています。下から崩した場合は上部が落ちてきます。
一番上の立方体を破壊することで一番上の緑の部分も自動に消滅します。どちらから破壊してもいいですが、上の段から破壊すると最上部の緑の部分もすぐに破壊できます。ウルトから離れるとカウントが減っていき、0になると自動的に要塞が消滅します。少々お待ちください。要塞に戻るとカウントが一気に60まで回復します。再度離れるまでカウントは止まったままです。ウルトは2つ同時に設置することはできず、再度ウルトボタンを押すことで即座に破壊が可能となっております。油断はできません。10人目はシリク。シールドを張り守ることが得意なディフェンダーとなっております。パッシブは危機シェルター。自分や味方のダウンした時に耐久値のあるシールドを自動的に生成します。スキルは絶対防壁。青く透明なバリアを生成します。双方向からの銃弾を防ぐことができます。投擲物も防げますが、車を防ぐことはできません。状況によって縦置き横置きを選ぶことができます。遠距離戦のスナイパーなどに強いです。ウルトは堂々登場。自身を中心に円柱型の透明な要塞を生成します。でこちらなんですけど、相手の車は通らずに味方の車は通ります。味方をロックして使用することで瞬時に味方のところにワープが可能となっています。敵をノックバックして押し出せます。スキルと合わせることで二重に防壁が作れます。相手が近くまで来ないと倒すことができません。味方と連携することでパーティー全体の生存率が上がります。バリアの位置を把握して車線管理が大事なキャラになっています。敵自体はバリアの中に入ってこれるので注意が必要となっております。はい、いかがでしたでしょうか。10体の解説が終わりました。今後もアップデートなどで変更が出てくると思います。このゲーム、声優さんがとても豪華でキャラクターデザインも気に入っているため、正式版のリリースがとても楽しみです。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お待ちしております。さようなら。